やりませよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は老化対策の鍵は UV ケアセリマックスのサンクリームを徹底比較してみたというところで皆さんの方にご紹介できればなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、老化を抑えるためには UV ケアが必要になってくるかと思うんですけども、そこでね、サンクリームですね。もう僕はスキンケアの中で一番大事にしてるのはサンクリームで、本当にサンクリームだけ塗っとけばいいみたいな感覚があるので、もちろんね、その前にはいろいろ使いますよ。でもどうしても一つだけって言ったらサンクリームだけなんですよ。というところで僕ね、サンクリームはね、もう超絶いっぱい持っていっぱい使ってきた。その中で最近僕の中で一押しのセリマックスですね。こちらオイルコントロール UV クリームとポアブライトニングシミケアの日焼け止めなんですけども、韓国のスキンケアブランドのセリマックスなんですけども、セリマックスから出されているこちらの2つの日焼け止めなんですけども、どちらもね SPF50 プラスの PA4 プラスなんですよ。高い UV カットなので、こちらの使用感とかスキンケアの効果の違いがあるので、成分、特徴、効果、使用感などを徹底的に比較し、それぞれのおすすめのポイントを皆さんの方に詳しく分析してシェアできればなと思っております。で、早速なんですけども、こちらの2つなんですけど、こちらがオイルコントロール UV クリームと、こちらがポアブライトニングシミケアなんですけども、こちらが 40ml になります。こちらが 50ml になります。で、2つとも SPF50 プラスの PA4 プラスですね。で、成分の方が違くて、こちらがシリカ、ナイアシンアミド、ツボクサエキスになっておりますね。こちらがナイアシンアミド、トラネキサム酸、ヒアルロン酸になってるんですけれども、ツボクサエキスが入っていることによって、こちらはさらっと使える感じであるので、マット感があるような感じですよね。こちらがトラネキサム酸とヒアルロン酸があることって、とろみがあって、ツヤ肌作りに非常に最適な使用感になっているっていうところですね。で、テクスチャなんですけども、こちらの、オイルコントロールの方は軽くサラサラしたような感じで、オイルコントロール効果がある感じでございます。そしてこちらがみずみずしい感じでトーンアップ効果がある感じでございますね。仕上がりなんですけども、こちらのオイルコントロールの方はセミマットでベトつかない快適な感じですね。で、こちらがツヤ肌でほんのりトーンアップしてくれるって感じになるんですけども、で、どんな肌に向いているか、姿勢肌だったり混合肌向けですかね。で、こちらが乾燥肌、くすみが気になる方の向けですね。で、特徴なんですけども、オイルコントロールの方が皮脂のコントロールだったりとかテカリ防止、崩れにくい特徴になってきております。で、こちらが美白シミケアトーンアップですね。そしてスキンケアの効果なんですけども、余分な皮脂を抑えてくれて毛穴の詰まりを防いでくれますね。で、こちらが肌の透明感アップしてくれてシミくすみケアになりますね。で、僕のおすすめの使い方なんですけども、こちらの方は、メイク前の皮脂崩れの防止に最適かなって感じですね。で、もう一つこちらの方は、スキンケアの UV 対策を兼ねた、デイリー使いにも良くて、ツヤ肌とかシミとかくすみとか気になる方はこっちの方がおすすめかなって感じですね。で、ここまで2つどの違いがあるかっていうところをお伝えさせてもらったんですけども、より詳しく一つずつ皆さんの方に説明できればなと思いますね。こちらね、オイルコントロール UV クリームの方なんですけども、皮脂のコントロール特化した日焼け止めですね。主な成分と役割なんですけども、でこちらがシリカなんですけども、サラサラ感な仕上がりにしてくれますね。あとナイアシンアミドなんですけども、こちらがビタミン B3 なんですけども、美白効果、皮脂のバランスを整えてくれる感じになります。あとツボクサエキスが入ってるんですけども、肌の鎮静、赤みを抑えてくれる効果があります。で、効果や特徴なんですけども、テカリや皮脂を抑えてくれてメイク汚れの防止に最適かなと思いますね。敏感肌でも使いやすいってところで、イコール低刺激でも肌負担を抑える処方になっております。あとセミマットな仕上がりなのでベトつかない軽いテクスチャになってるって感じですね。で、おすすめのポイントなんですけども、姿勢肌、混合肌の方にすごく使いやすいテクスチャになっていて、T ゾーンの皮膚のコントロールをしてくれて、長時間でもサラサラ感をキープしてくれるところが非常に使いやすいところになっております。あとメイク前のベースとしてもすごく最適で、ファンデーションのよれを削いでくれて崩れにくくしてくれるっていうところがありますね。あと紫外線ダメージプラス肌荒れ防止っていうところもあって、UV カットだけではなくて肌の鎮静作用もあるっていうところになりますね。ちょっとどんな感じかなんですけども、こんな感じのテクスチャーになっておりますね。こんな感じに塗っていきますと、
軽く塗っただけでも非常にマット感がある感じなんですけども、セリマックスのサンクリームって割とツヤ感があるものが多かったりするので、こちらのマットの方でも若干出るかなっていうのがあるので、僕は結構大好きなんですけども、こんな感じですね。そしてもう一つがこちらですね。ポアブライトニングシミケアの日焼け止め 50ml なんですけども、こちらが美白シミケアの効果のある日焼け止めなんですけども、主成分と役割なんですけども、ナイアシンアミドが入っていることによって美白くすみ改善、肌のバリア強化ですね。あとトラナキサム酸が入っているのでシミくすみ原因となるメラニン生成を抑えてくれます。そしてヒアルロン酸ですね、保湿力アップしてくれて乾燥による小じわを防いでくれます。で、特徴と効果なんですけども、シミくすみケアですね、トラナキサム酸が紫外線によるシミ予防をしてくれます。で、肌のトーンアップなんですけども、ナイアシンアミドの作用で明るい肌へしてくれます。合わせてみずみずしい保湿感で乾燥による小じわを防いでくれます。そしておすすめのポイントなんですけども、乾燥肌、くすみが気になる方は非常に良くて、肌の透明感をアップしてくれてしっとりした仕上がりですね。で、スキンケアプラス UV カットの両立なんですけども、紫外線対策しながら美白ケアもできるというところが非常に使いやすいところかなと思いますね。あとツヤ感のある仕上がり、セミグローな質感で健康的な肌にしてくれます。そしてこちらのね、ポアブライトニングシミケアのテクスチャーなんですけども、ちょっと割とクリーミーな感じなんですけどもね。で、こんな感じにするとスーッとなじっていく感じなんですけども、ツヤ感が出てくれてみずみずしい感じなんですよね。はい、こんな感じでございます。僕ね、どちらかというと割とこっちの方、ツヤ肌作りが僕大好きなので、こっちの使ってることが多いんですけども、ツヤ感めちゃくちゃいいです。でもこちらのちょっとマットの仕上がりでも割とツヤ感が出るので使用しております。で、どちらかというとサンクリームの前で僕とかだとセンテリア24とかでツヤ感結構出せるので、そういう時は結構こちらのオイルコントロールの方を使ったりします。で、もうちょっとマットなものをスキンケアに前に持ってくる時は最終的にこちらの方でトーンアップクリームとして使うことが多いんですけれども、割と使い分けてるって感じはあるので、どっちも好きっちゃ好きなんですよね。で、どんな方におすすめかみたいな感じなんですけども、こちらのオイルコントロール UV クリームのおすすめな人なんですけども、脂性肌、混合肌の人かな、テカりやすい肌の人もこっちの方がいいかなと思いますね。あとメイク崩れを防ぎたい人、皮脂コントロール機能が非常に優秀なので、こっちの方がおすすめかなって感じですけどね。そしてさらっと軽い使い心地がいいものを探されている方は、こっちの方がいいかなって感じですね。で、こちらのポアブライトニングシミケアのこちらの方なんですけれども、こちらは乾燥肌、インナードライの人とかかな、保湿成分が豊富なので、あとはシミくすみが気になる方、トラナキサム酸とナイアシンアミドが配合していることによってツヤ感とかくすみが非常に優れているテクスチャーになっているのでおすすめかなと思います。あとツヤ肌の仕上げが好きな人はこっちの方がおすすめかなと思います。なのでね、割とこっちを使っちゃうことは僕は多かったりするんですけども、で、結論、僕はどっちを使うのかってなった時に結構両方使うんですよね。先ほども言いました通り、スキンケア、このサンクリームの前の段階でどういう風に仕上げてくるかっていうので結構変わってくるんですけども、どちらかというとこちらのポアブライトニングシミケアの日焼け止めの方が8割方で使ってますね。こちらは2割ぐらいの時かな。あと季節選んで使っていくので、こっちの方がどちらかというと万能で、どうしてもツヤ肌が好きじゃないって方もいるかと思うので、そういう人はもうこちら使ってもらうと非常にいいかなと思います。日焼け止めとしてかなり優れた成分になっていて使いやすいテクスチャーで、こちらもね割とツヤ感あるので、ツヤ感のツヤがめちゃくちゃいい。どちらかといえば肌が白い人向きかなって感じなので、焼けてる人はちょっと合わないかなっていうツヤ感になってるので、焼けてる人はちょっと合わないと思うのでこっちの方がいいかなと思います。はい。っていうところで、老化を抑えるためには UV ケアは必要になってくるので、サンクリームはねいろんなとこからサンクリーム出ているので、ぜひサンクリームは使った方がいいかなと思います。前回の動画でもねシェアさせてもらったんですけども、老化はもう治せる時代に入ってきたっていうところで、いろんな大手ブランドからサプリメントとか商品とかが出てくるかと思うので、今年からはもっとコスメとかが優れたものになってくるかなと思うので、ちょっとこちらのコンテンツで皆さんにより早くいいものをお伝えできればなと思っておりますので、引き続きね
シェアしてきますので、気になる方は登録いいねしていただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。